はい、ここにね隙間があるんでパーフェクトバリアを埋めていきます。いいね。はい、アメリカン電機のコンセントがかっこよかったので買ってみました。色がかっこいいです。
でもアース付きのコンセントなので普通のコンセントで使っていいのかちょっとわかんないんですけど、これとこちらがアメリカン電機のスイッチです。で、配線は差し込み型ではなく線を曲げてここで締めるタイプです。めちゃくちゃ迷ってます。かっこいいけど普通の国産のコンセントも買ってみます。普通のコンセントタイプの銀色プレートがかっこよかったので買ってみました。パナソニックのプレートでもう一目惚れしました。黒色も好きですが部屋の雰囲気的にも今回はグレーにします。下が普通のスイッチで上が3路スイッチです。うわ割れてもうた。
はい、ここはねクーラー用になるので 20A のコンセントを取り付けます。狭い部屋なのでこのクーラーは 200V ではなく 100V でやりたいと思います。よし、配線無事に OK です。よっしゃー、いいね。木の匂いがいい感じ。とりあえずこれが仕上げではないんですけど、合板を貼って板の感じになったんでね、木の匂いがしていい感じです。あとはこの部分だけですね。ここは梁とかもあって形も変な感じなので、一旦後回しにして次からは部屋の壁を仕上げていきます。ここは合板仕上げではなく、最近ハマっている大好きなとある板を貼ります。最後にコンセントの配線もまとめていきます。電源からプラスマイナスのコードを取って、ここにプラスマイナスで接続して、下のコンセントに渡り配線をして電気を通して、ここから送り配線でコンセントを増設しました。この部屋はコンセントを多めに設置しました。ここに1、2、3、4、5で、こちらに6個。スイッチはここがメインのスイッチで、こちらが照明です。この場所で作業ができるように机を置こうと思っているので、ここにもライトを1つつけます。そのスイッチはこちらです。座りながら使えるように低めに設置しました。こんなにライトもいらないのですが、ここにもライト用の配線を置きました。間接照明も好きなので多めに設置してみます。で、スイッチはここにあって、お風呂のスイッチは向こう側にもあるのですが、
こちらからも使えるように3路スイッチでつけました。1つのライトを2つのスイッチで動かす状態を3路スイッチと言います。ブレーカーが同じ場合は使える電気の量は同じなので、使う家電なども計算しながら配線を組んでいきます。こんな感じで動画の最後で詳しく解説などもたまに入れていきます。本日もお疲れ様です。次回は内装仕上げの板張り編です。